こんにちは、インリビングです。今日は質問でも多かったスマホの中身を紹介していきたいと思います。あんまり面白くはないと思うんですけど、もともとスマホを見る時間を減らしたいなと思って整理をして、すごくいい感じになったので、それを紹介したいなと思って動画を撮っています。ということで、まず最初のページはこちら、こんな感じになっています。すっからかんです。これはですね、この画面の下のドックというところに必要最低限一番よく使うアプリを厳選して入れています。スマホを開いた時に何もせず迷うことなくアプリを開けるようにしています。ここに置いてあるアプリはまずカメラアプリ、これは写真を撮る用のものです。で、あとは時計、これは料理中にタイマーをかけることが多いので入れています。あとはラジコ、これは毎日お風呂で私はラジオを聴いているのでラジコ、ここに入れています。で、隣は軒先のアプリです。今インリビングで軒先というウェブマガジンをやっているので、その更新した時とかに自分で見るようにアプリを入れています。これが私の4大使うアプリです。で、次のページ、2ページ目はこんな感じになっています。この右上のその他フォルダに他すべてのアプリを詰め込んでいます。というのも、スマホを見る時間が長くなってしまうのって、携帯を開いて必要なことをやった後になんとなくその隣にあるアプリとかを目についたものを開いちゃって、で永遠に見てしまうっていうのが多いと思うんですよ。だから必要最低限のアプリ以外は目に入らないようにしようということで一つのフォルダにまとめました。こうするとスマホを開いて次のページに行って、そこからフォルダを開いてそこからまた探してっていう手間が生まれるので、やっぱり今見るのやめておこうかなっていう気持ちになるのでおすすめです。で、このフォルダの中にはいろいろ入ってるんですけど、最初の9つはこんな感じです。まずファニコンのアプリ、これは最近インリビングでリビリビというファンクラブみたいなものを作ったので、それを更新する用のアプリです。で、そこからカレンダー、天気、ズツール、このズツールおすすめです。ズツールは低気圧がどうなっているかっていうのを毎日教えてくれるアプリなんですけど、なんか今日やる気出ないなっていう時にこれを見たりすると、あ、低気圧だからかみたいななんか自分のせいじゃないんだっていう、そういう安心感をくれるのでおすすめです。で、レバーのに LINE、クックパッド、写真、Chrome っていう感じです。で、もうこの先のページは正直ほとんど使わないものたちなんですけど、バーッと入れています。そんなに携帯の容量を圧迫するような感じではないので、アプリは割と多めに入っているかなと思います。
でもう2ページ目で終わりです。はい。ちなみに携帯を整理するにあたって SNS のアプリはほぼほぼ消しました。ファニコンは入ってるんですけど Twitter とか Instagram とか TikTok とかも入れていたんですけど、そういうのは削除しました。そういう感じのアプリって見えないところに入れていてもやっぱり見たくなるんですよ。なんでかわからないですけど、だから全部削除して必要な時とか見たい時はパソコンのブラウザから検索してログインして見るようにしています。最初は不便になるかなって思ったんですけど、全然全く不便がなくて、むしろ快適になったというか、見なきゃいけないみたいな気持ちがなくなったので、もし SNS 苦手だなって思ってる方がいたらおすすめします。全く見ないっていうのもそれはそれでつまらないかなと思うので、禁止するというよりはパソコンをやっている時だけ見るみたいな感じがいいかなと思います。はい、そんな感じです。私はこのすっからかんスタイルにしてからぼんやりスマホを見てしまう時間とかが減って、代わりに本を読んだりとかそういう時間が取れたんですけど、今は正直その本を読む時間とかも全てを熱盛に取られているので毎日熱盛しかしてないんじゃないかっていう感じなんですけど、それでもずっと SNS を見たりするよりはいいかなと思うので、もし家にずっといるようになってもうずっと SNS を見ちゃって悪循環が生まれているとか、そういう方がいたらぜひこのすっからかんスタイルやってみてほしいなと思います。スマホの断捨離おすすめです。ということで、はい、ちなみにファニコンでやっているファンクラブのリビリビはこんな感じになっています。なんか Facebook 的な投稿できるところがあったりとか、あとこういうチャット、グループチャットみたいな機能があります。ちょっと投稿してみる。見えるかな。撮影 NOW です。つぶやいてみます。このオリジナルスタンプとかも使えるんですよ。リビリビとかスコとかおつりびっていう、だいたいこういうスタンプで会話している感じですね。ワクワクとか、なんかこれが私はツイッターでつぶやくことがほとんどないんですけど、なんかオープンすぎる感じが苦手で全然つぶやかないんですけど、ここはなんか必要最低限のコミュニケーションだけ取れる感じがあって、居心地がいいのは当たり前なんですけど、なんかそういう温かい感じがよくて、温かいというかそれぞれがそれぞれでやっているみたいなで、鬼のように更新しております。あとさっき軒先のアプリって言ってしまったんですけど、軒先はブックマークです。ブックマークしてホーム画面にアイコンを置いているっていう感じです。軒先はリビリビと違ってもっと長い毎日の日記、毎日は更新してないんですけど日記を書いたりとか、あとは
スマホ断捨離もそうなんですけど、こういう風に記事にしたりとか、そういう使っているもののまとめ、スキンケアとかの記事を書いています。ここは割と好き勝手やっているところです。動画とかよりももっと好き勝手やっているかもしれません。これ切り板をつけてもらったんですよ。懐かしく感じる人いますかね。切り板ではないんですけど、切り板を見つけようみたいな意味で切り板って書いてます。アクセスカウンター、よかったら遊びに来てください。